こんにちは、リョエルギターです。今回はアイバニーズに敬意を込めて、この2つ TS9 と TS808 こいつらをブースターとして使ってみようという、動画になります。まあね、単純に歪みペダルとしても優秀ですけれども、ブースターとして使ってるよっていう方結構いると思います。かくいう私、ブースター正直よく分かっていません。まあ印象的にはですね、ちょっとクランチにしたアンプをギュッとね、持ち上げる。持ち上げた時にこうちょっと、中音域がギュンと上がるよっていうところでですね、おー、そうかと思いながら、使ったり使わなかったり、まあそんな程度のプレイヤーなんですけれども、まあやっぱチューブスクリーマー、真空管叫ばせますせという名前の通り、やっぱりね、ブーストさせてなんぼのもんじゃいというこの2つだと思うんで、今回はブースターとして使っていきましょう。どんな音色の変化があるか。で、肝心なのは使うアンプ。そう、この後ろに見える、マーシャルの DSL100H という 100W のですね、真空管アンプを、クランチにしてですね、やっていこうと思います。そして使用するギターは、バンザントのストラトキャスター STV-R1。こいつを使っていきます。では、早速、行ってみましょう。はい。では、早速 TS9 でいきましょう。で、マーシャルの方のクランチはこんなサウンドです。では、オンにしていきましょう。どうですか？なんかパッと聞き、やっぱ音の芯がギューンってなる感じがしませんか？するでしょ？やっぱさすが TS9。このね、音ギューンの感じがね、非常にいいです。もう一回ちょっとやります？オン。まあやっぱりゲインの量も当然上がるんで、ちょっと騒がしい感じには聞こえますけど、やっぱりこう芯がギュッとした感じがいいんじゃないのこれ、やっぱり TS9。さあ次、TS808 通称八百屋ですね。行ってみようと思うんですけど、過去動画だと歪みペダルとしては実はそんなに音の違い感じなかったっていうのがあったんです。じゃあ、ブースターとして使ったらどうなのかな？行ってみましょう。TS808 八百屋セッティングしました。レベルマックスで、トーンは12時のオーバードライブ歪みは、0です。じゃあもうさっき、アンプの音は聞いてもらったんで、いきなりオンにしちゃいますか。
なんか、こっちの方が明るい気がしますね。明るいのと、あと、歪み量はちょっとそんなに上がんないっていう感じがします。結構明確に違いが出ましたな。ちょっとさっきの動画もう一回載せるんで比較してみましょう。はい。まあこんな感じですよ。比較すると、まあまあ違うなっていう気がしますね。歪みペダルとして使うとそんなにこう違いを感じなかった TS9 と808。なるほど。さあ、いかがだったでしょうか？ TS9 と TS808。この2つ、ブースターとしてどんな違いがあるのか比較してみました。結構ね、違いがあります。そして好みが分かれそう。まあ TS9 の方が、ちょっとこうオンにすると、歪み量がぐっと上がって、なおかつこう中音域というかもう上がりつつも少しこう暗めというか、ウェッティな感じがするように聞こえました。そして TS808 についてはそんなに歪み量は上がらず、そしてこう思いのほか中音域もそんな上がってる印象もなく、ただ、明るいトーンでパーンと、ブーストしてくれる、そんな印象ありましたね。皆さんのお耳にはどう聞こえましたでしょうか？ブースターとしても優秀だと言われているこの2つ、今回弾き比べてみました。料理ギターチャンネルはですね、週1ないし2で更新してます。もしよければですね、チャンネル登録、そしていいね、あとコメントいただけると嬉しいです。はい。コメントがね、やっぱ嬉しいですよね。さあ、そんなわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。